都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。もう10月も後半か。オトアズ最近格ゲー触ってるみたいだね。そうなんですよ。でも質問があるんですけど、どうやったら格ゲーマーの方々と仲良くなれますか？これ簡単ですよね。とりあえずいいことがあったら、テンション上がったら「あいえ!」っていう。いや本当ですか？そんでちょっと悲しいことなんかなっていうようなことがあったら「さすがに」っていう。さすがに。そうすればもう格ゲーおじたちはホイホイ寄ってきます。さすがに。違う。さすがに？可愛いけどそれはそれでオッケー。オッケー。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。ああ、CPT で大活躍中のお二人じゃないですか。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。1人目のお客様は現役大学生プレイヤー樋口選手。先月開催されたカプコンプロツアー2021日本大会2で優勝。今最も注目を集める若手プロプレイヤーの一人です。2人目のお客様は株式会社シノビズムの代表を務める桃地選手。エボジャパン2019優勝など数々の大会で活躍。若手選手の育成にも力を注ぐ格ゲー界のパイオニアです。2人の出会いについて伺ってみたいと思います。樋口選手は14歳で桃地選手のシノビズム若手選手育成企画に参加されたわけですけれども、加入時の話をちょっと聞いてみたいですよね。14歳ですからね。もうなんかそのプロゲーマーの筆頭みたいな感じだったんで、なんか一ファンみたいな感じでやっちゃってましたね。なんだろう、自分の好きな人がなんかちょっとそういう育成企画やるらしいぞって言ったら、じゃあ俺行かなきゃって思ったんだ。確か何かニュースとかの記事で見て、あ、これすごいマッチしてるなって、ちょうどそのぐらいの時にその、僕も実力をつけてきて、ちょっと自信があるなみたいになってきた時にそれが来てたんで、なんかそういう意味でもめちゃくちゃタイミングが良かったなっていうのがよく覚えてますね。桃地さん、初めて出会った樋口選手の印象をちょっとお伺いしたいんですけど。いや、初々しかったですよ最初。もう中学生ですからね。まあ本当子供ですよね。育成企画というので、もう100名以上の応募が来てる中で、そこからもう書類選考をして、面接をして実技をしてっていうので、もう樋口は選んだんですけど、中学2年生っていうのはもう最年少ですよね。一番もう当時から若かったんですけど、でも中学生のね、すごいしっかりしてるなっていうのがもう本当に第一印象ですね。もう今の樋口見てもらえば分かると思うんですけど、もともとこういう感じでしっかりなんかもう自分の考えを持ってる芯の強いすごい選手なんで、まあ、当時からそこの片鱗はあって、一緒にやるとかなり今後伸びるんじゃないかなっていうところがすごい第一印象としてあって、それがそうですね、こういった結果に今つながってきているんで。育成するにあたってどういったところを一番重視してたんでしょうか？もうその段階の強さという意味では、樋口より強い選手っていうのはもう何名もいたんですよ。ただやっぱりその将来性だったりとか、あとはもう気持ちですよね。この先こうどうなりたいのかっていうビジョンを持ってる選手っていうのはやっぱりこう自分としても後押ししたいですし、伸びしろっていう部分もすごいあると思うんで、そういう意味でやっぱり樋口はその時にやっぱりすごい将来性っていうのがすごい見えたので、やっぱそこはその育成する上ではすごい自分としては大事にしてますね。数年かかってもいいからしっかり形になる選手、一緒にやりたい選手っていうのを自分は重視してますかね。こういうアドバイスもらいましたっていうのあったりします？僕が高校3年生ぐらいの時の話なんですけど、その大学に行こうかそのままそのプロをやっていこうかみたいな感じの時に、その一応大学行っといた方がいいよみたいなことを言われたのが、僕はそこを結構何気なかったかもしれないですけど言われたのが印象深くて、モンさん覚えてるかちょっと分かんないですけど。覚えてますもちろん。でもなんか僕はそこが人生をねちょっと分かってますから、それは何気ない一言ではない。いくら本人すぎとは言えない。自分は考えて。お父さんみたい。いや、そうなんじゃない？14歳なのでやっぱりもう樋口の親御さんともしっかりお話しして、なんかこういうことをやっていきたいんです、育成っていうものがあってとか、シノビズムゲーミングというプロチームを自分で立ち上げて、そこの所属にしたいんですっていう際にもしっかりお話をして、やっぱり将来こうプロとしてやっていくのか、また違う道もあるのかっていうのは多分本人としても悩んでる部分はあると思うんで、そうなった時の選択肢っていうのは
広くあった方がいいなっていうのはあるので、せっかく大学に行けるチャンスもあるんであれば、そこは、行きながらやってもいいんじゃないかなっていう。プレイヤーとしての、感想というか印象もちょっと聞いていきたいなと思います。皆さんもご存知の通りモンスターやっぱいろいろなキャラクターを高いレベルで使いこなせるっていうことですごい器用な選手だなっていうのを思ってて、それでいてめちゃくちゃやり込むんで相手に回した時にどんなものを出してくるのかわからないっていう恐怖があるっていうのがモンスターの大きな特徴かなと。引き出しの多さすごいよね。そうです。てか冷静に考えたら今までの CPT 全部キャラ変えてるやばない普通に。いやそうなんですよ。これちなみにどういった意図でそういう風なプレイスタイルになってるんでしょう。やっぱり自分ゲームはすごい好きなんで、やっぱ楽しむっていうところで、やっぱりいろんなキャラクター使えると楽しいじゃないですか。新しいキャラクターが追加されてたり、どんどん追加されたりするんで、新しいキャラクター来た、触ってみよう、面白いっていうのでやってるうちに、ちょっと大会出してみようかなみたいな感じで、結果いろんなキャラクターが手札にどんどん増えていってみたいな。桃地さんからして樋口さんってどんなプレイヤーですか？芯がすごい強い選手っていうのはあって、やっぱりプレースタイルはすごいブレないなっていうのが印象的ですね。結構やっぱメンタルっていうところで崩れることが非常に少ないですし、大会のその緊迫した場面のミスがやっぱすごい少ないですね、樋口選手は。そこはやっぱりすごい特徴かなと思います。世界19地域で年間チャンピオンを目指し熱戦が繰り広げられているカプコンプロツアー2021。先月開催された日本大会2では桃地選手が4位、樋口選手が坂選手を破って優勝しました。樋口選手が優勝、おめでとうございます。おめでとうございます。すげえ。大会を振り返ってみていかがでしょうか？佐古さんと22歳差っていうのはもう親子レベルですよね。でもこの親子レベルでこんなに熱く対戦できるものって多分なかなかないと思うんですよ。それもめちゃくちゃいいことだなっていうのが今回大会で改めて実感できました。そして桃地選手は昨年のカプコンプロツアー5位、そして2位、今年は日本大会1が3位、そして今回4位ということで、常に上位にいるわけですよね。今年はどうでしたか？今回振り返ってみて。かなりアベレージはいいんですけど、やっぱりちょっと優勝できてないっていうところで悔しいところではあるんですけど、やっぱりこのアベレージ高いっていうところはすごい自信にもなってますし、あとキャラクターが毎回自分はそうなんですよ。変更して挑んでたりとか、今回でいうとコントローラーもいつものアーケードコントローラーではなくてレバーレスのレバーがないボタンのタイプのコントローラーで挑んだっていうところで、いろいろ変化ある中で結果を残せてるっていうのはすごい自信になってる。そもそも桃地選手対樋口選手の戦いがあったんですよね。ありましたね。ゲートを決めるウィナーズの試合、この2人で行ったんですけど、この組み合わせがそもそもその上位であるってことがやっぱり感慨深いんですよ。結構昔から見てるんで。と言いますと2回桃地先生がやられてるんですけど、自分は樋口で終わりましたからね。樋口2回負けて終わりというこの CPT 阻止されました。樋口選手はそんな桃地選手と戦いづらくなかったですか？僕も優勝したかったので当然なんですけど、ちょっととにかく目の前にいる相手を倒そうっていう気持ちにいっぱいでしたね。自分としてもこの舞台で当たれるっていうのはすごい感慨深いものはあったんですけど、やっぱり樋口をしっかり認めてるっていうところもあるんで、そこはもうライバルとしてもう忖度なしで全力でぶつかった結果、しっかり2回負けました。桃地さんの器のでかさもちょっと感じますよね。エピソードですね。そんな2人は10月から開幕したストリートファイターリーグにチームシノビズムゲーミングから出場。大会について伺いました。4人1チームということで、シノビズムゲーミングで4人集めることができたので、結構チーム練習とかも力を入れてて、今回そのストリートファイターリーグのルールがホームアウェーという、そうですね。相手のキャラクターを見て、人とキャラクターを見て、じゃあ自分が行くっていうのができたりとか、逆に自分がアウェー側の時は自分が相手に同じことをされる、キャラクターをかぶされるっていうルールなので、このチームと当たったらもうこの人がぶつけようっていうのをもう事前に決めることでもかなりこうピンポイントの対策の練習っていうのも
やってるんで、なるほど。それぞれが自分の役割はここだっていう意識を持てて、かなりそのチームとしても一丸となって勝利に迎えてるので、それはかなりこのストリートファイターリーグならではの練習かなというふうに思います。今回ストリートファイターリーグに樋口君初参加ということで、意気込みの方というか。その学業を終えてからまた再開した時に最初に立てた目標がストリートファイターリーグに出るってことだったんですけど、それが、去年はちょっと叶わず、今年ついに出れるっていうことなので、なんか初めに立てた目標にやっとたどり着けたなっていう感じがあって念願ですね。なるほど。いやマスター、ちょっとねこのお二人の話まだまだ聞いていたいんですけど、そろそろあれっつうか対戦っすわ。樋口選手、桃内選手、対戦お願いします。やりましょう。お願いします。お願いします。エキシビションマッチ三つどもえ戦、まずは歌広場と樋口選手の対戦です。対戦相手は日本大会2のチャンピオンですよ。しかもつい先日も 2,3 ヶ月前ですかに来て僕をボコボコにした樋口さんですよ。それ以来僕はですね、トレーニングウェアのガイドを見るとですね、手が震えるというトラウマを患ってしまったんで、その PTSD を今日直したいと思います。今回もまたトラウマを植え付けられるように頑張りたいと思います。悪魔かすげえ強そうな体育教師ですね。さあ見ていきましょう。1P 側が歌広場潤、そして 2P 側樋口。ガイルはやはり飛び道具をメインとする非常に強力なこのソニックブームを使って立ち回りを進めていくキャラクター。対する潤君のこの剣は、いわゆるスタンダードなキャラではありますが、相手に近づいた時のラッシュ力が非常に特徴です。ただ体力差もかなりついている。なかなか歌広場に近づけておりません。さあ何かきっかけがね欲しいそう、3番見ている流線脚を落として樋口の体力が減っていないぞ。すごい。投げて、おっとこれで位置を入れ替えた。歌広場のチャンスになるか。ゲージも相当溜まっている。ただチャンスはありますね。ありますねこれは3つ投げていきます。投げているのは樋口。まずい。なるおっと、ただこれはゲージを失ってしまったぞ。樋口のゲージは全て失われました。しかしラウンドは先行。今度は潤が溜まったゲージを使ってダメージに変えていきたいところ。上、ここはちょっと空を切ってしまった。クラッシュカウンター近いのでしっかりとしゃがみ強キック。いや盤石の立ち回りですね。これはちょっとどうしたらいいものか。上、対空しゃがみ強パンチ、近づけません。この歌広場潤の剣がなかなかチャンスをつかめずにいる。上、いやー落としている。全く近づけない。これはもう完全にトラウマにトラウマなりそうですね。夢に出てきます。ソニック、ソニック、ソニック、ダイヤスタイク。歌広場潤新竜拳はあるが、当然樋口もそれを分かっている。フェイントをかけながらソニックブーム。上、入れ替わっている。ちょっと待って。三つどもえ戦争の初戦、樋口の勝利です。ちょっとこれはまたトラウマがしっかり植え付けられたのかなと思いますちょっと活動の見出し方分かんなかったですね。やり込み不足ですね。またいつかトラウマ払拭させるチャンスをください。またお願いします。お願いします。三つどもえ戦第2試合は歌広場が桃地選手に挑みます。やっぱりね、さっきの樋口さんの、もうちょっとトラウマを、責任を求めるのはもうオーナーしかないですよね。間違いない。だから僕がちょっとでもいいところあったら、うちの樋口がすいませんという一言いただければ僕許しますんで、そんな風な内容にできるように頑張ります。歌広場さんとはこう節目で戦うことがあるんですけど、毎回戦うごとにかなり上達されてるので、ちょっと油断はできないかなというところなんですけど、今回自分は新キャラのアキラを使おうかなと思ってるので、ちょっとアキラでは初めて歌広場さんと戦うので頑張りたいと思います。さあ始めていきましょう。三つどもえ戦第2試合。歌広場潤対桃地。桃地明、これ打開マイナー6、これもマイナスある。いや、ここって言ってよ。はい、ここはい、そうですそうです。ということでこのアキラは非常に火力はあるんですけれども、技の隙はそれなりにあると。いいですよ、反撃。しかしここはうまく桃地も暴れてターゲットからの数点打、そしてエアバーストから投げにつないでいきます。画面足クラッシュカウンター、これは痛いぞ。スタンチが溜まっている。しゃがみ馬の力やばい。しっかりスタン、これはどうだ。数点だから長いコンボ始まる。中盤
東海大系、受け身を取らないと食らってしまうぞ。さらに表裏が来る。うわー、よくガードした。しかし体力差非常についております。さあここから歌広場潤の逆転が始まるに違いない。ヒット振り、ナイスチェック。知らねえ動き。フルゲージの歌広場潤、ゆっくりいきたいところ。クラッチカウンター痛すぎる。なんと330ぐらい減っております。画面足です。痛い投げが、投げ抜け誘いの空中 EX 機構外からフレーム消費、強機構外、中パンジャー機構外、強パンジャー機構外、強キックからの EX 機構外、まずすぎる。投げは抜けているが、潤君頼む。中段攻撃。マジか。エキシビションマッチ第2試合目、勝者桃地。まあ今日はこの辺にしといてやるか。ちょっとまた新たなトラウマを植え付けちゃいました新キャラのアキラなので、結構やっぱりキャラ対策が難しい。対戦経験がないとかなりね対処が難しいと思うので、そこがうまくはまりましたね。最後は指定対決、樋口選手 vs 桃地選手。この試合に勝ったらシノビズムの卒業証書が欲しいです。やめんの？やめんの？これは面白いことになってきた。まだ卒業はね早いと思ってますので、まだまだちょっとオーナーの威厳をここで見せたいと思います。これはもう勝ってもらわなきゃ困ります。はい。やはりガイルは飛び道具、ソニックブーム、そして通常技も非常に強いので、この中距離戦からね、アキラがどう近づいていくか、触っていくか。ここまではやはり樋口がいいペース、通常技をうまく使って桃地のアキラを追い払っていっている。中腰からダウンを奪った。しかしすぐさま割り込んだのは樋口。後ろに投げて位置を入れ替える。画面足が近づいてきました。桃地には V トリガー、男の背中、お兄ちゃんの大を呼ぶことができます。強いよね。体力差がついているんでちょっとダメージに変えたいですね。一旦距離を取るのは樋口のガイル。中足からしっかりと先週部置き攻め。画面端。さあ画面下だ。こうなればチャンス。ガードの上から兄貴が来る。V シフトで返して男の背中いろいろあって、ただ致命傷にはならなかった樋口がうまく逃げました。そろそろ樋口の V トレが溜まったか。ジャンプチャンピオンの力、形状1本使って残っている。画面足投げたのは桃地。まだ卒業証書は渡せない。ラウンド先行は桃地のアキラがヒット確認からしっかりつなぎました。ここはしっかりと解放賞前強パンチに対して反撃を見せたのは樋口。ダウガが投げて暴れていくのは桃地です。アキラもね無敵技があるんで、起き上がり最速投げも一つ選択肢に入ってくる。位置を入れ替えたことで画面足だ。さあ桃地のチャンス。投げるがここはうまく割り込んで位置を入れ替える投げ。対空しっかり方天守逆に出ている。さあこれで樋口のゲージはある程度。クラッシュカウンター。桃地はフルゲージだ。この後何か当たれば圏内ではないか。一気に終わらせられるぞ。ソニック活動ゲージがたまる。ソニックテンペスト取り返しました。取り返した樋口。ファイナルラウンドです。ゲージ状況は桃地3ゲージですね。まずその1本を使っていきました。今度いった。でも非常にねムクロリも強力な突進技。一気に画面足。しかし樋口がうまく守っていきます。立ち強キック上入れ替わっている。この入れ替えは大きい。樋口としては危機を出した対空しゃがみ強パンチ。トニックで端に押し込んでいきます。桃地としてはどこかで触りたい。カウンター。これは惜しい。しゃがみヒットしっかりと確認して中の裏リボンからムクロリボンへ。クラッシュカウンター。これで兄貴がたまったぞ。大を呼ぶか。きた。どうなる。飛んでる EX。 しかしまだスターまでいかない。しかも相打ち OK。 オーナーの威厳を見せた勝者桃地。うわいい戦い。よかった本音が出てる。本音が今年一緊張しましたねはい、しっかりオーナーの威厳を見せれたかと思います。ちょっと留年しちゃったんですけど、また来年ちょっと卒業できるように頑張りたいと思います。
これは格ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、格ゲーマーユニットプロジェクト仮。ラウンド5初となるミュージックビデオの撮影現場に潜入。いよいよダンスシーンの撮影に。せーの、せーよくカメラのアングルを変えて何度も踊る。その度に徐々に体力を奪われていきます。テイクごとにモニターで動きをチェック。いいなこの角度。最後はメンバー5人それぞれのソロカットを撮影。MV の監督さんの要望にちゃんと添えれた動きをしてるのかっていうのが心配だったんですけど、ちゃんとやりきることができたのかなと思っています。いやもう本当に新鮮というか、もう初めて続きの一日で、もう本当にいろんなプロの方がもう丸々一日僕たちのためにこう動いてくれているなっていうのサポートのもとできたのはすごく有意義でした。なんか気持ちよくさせる空間だったんですよ、撮影現場がね。なんで、疲れたってのはあるんですけど、踊ってる最中は楽しいっていう気持ちが勝ちましたね。いや今終わってこんな感じじゃないですか。こんな感じですね。いやーって感じで、もう脱力感ですね。とりあえず僕らにできることはもう多分全てやりきったっていう形で達成感もすごいありますね。すごい大変だったんですけど、でもなんかみんなと一緒にこういうお仕事できて結構楽しかったので、すごいいい経験になりました。果たしてどんな仕上がりになったのか。次回七種の勇者のミュージックビデオを世界初公開。さあ本日も閉店のお時間となりました。お二人の関係性がすごい少年漫画みたいだなと思って、追いかけられている桃地さんもどっしり構えていて、これからも見守っていたいお二人だなと思って、とっても楽しい時間でした。俺はね今36歳なんですけど、あと22年早かったら14歳の頃シノビズムの窓叩いてたんだなって22年たくさんお話しさせていただいてめちゃくちゃ楽しかったので、また来たいと思います。なので次はストリートファイターリーグを優勝して来ようかなと思います。いや本当来そうだな。いや力強いな。また樋口と一緒にスト5リーグ活躍しますので、また2人呼んでください。ということで、今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は樋口選手と桃地選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は格ゲーマーアイドルユニットラウンド5を特集。お楽しみに。